この際はっきり言ってやる。俺の25歳の彼女が妊娠したわ。離婚してくれ。何を言って、俺の悔しさがわかるか？現に、俺はお前以外の相手だったら子供を授かることができた。そんな言い方、私だって子供が欲しかったわよ。夫の堂々とした浮気宣言。けれど、そんなことに怒りを覚えるよりも早く、私は深い悲しみに襲われます。選別に見せてやるよ。お前と違ってちゃんと子供が作れる。俺の可愛い奥さんの顔。俺はこの子と普通の家庭を築くんだ。夫は見せびらかすかのように、私が目にした写真よりもさらに親密そうな様子で写っているツーショット写真をスマホに表示させました。その彼女の顔をはっきりと認識した瞬間、私の中で全てがつながり確信します。そして思わず笑いがこみ上げてきてしまいました。本当にこの子と？私の名前はかなえ。先月36歳の誕生日を迎えました。夫のゆうやと結婚してからそろそろ10年。私たちの間に子供はなく、夫婦二人で支え合いながら生活を送っています。ただ、私たちも初めから子供を諦めていたわけではありません。結婚した当初は、数年のうちに子供を産んで親子3人、機会があれば、2人の子供と4人暮らしを夢見ていました。けれど、それは叶わず。原因は主に私。どうしても夫との子供が欲しかった私は、簡単な生活リズムの改善から始まり、夫にも協力をしてもらいながら、病院で様々な治療を行ってきました。しかし、それでも妊娠できません。初めの数年は協力的だった夫も次第に冷たくなっていき、治療を始めた当初、まだ不妊治療が保険適用外だったこともあって、金銭的にも精神的にも限界だった私は、昨年、ついに子供を諦めることにしました。ごめんなさい。もう治療を続けることが辛いの。は？私は決死の覚悟で夫にそう告げました。けれど、帰ってきたのは、夫からのとんでもないものを見るような目。不妊治療に行ってくる。そんな私の言葉にも短い一言しか返さなくなっていた夫ですが、子供を諦めるつもりはまだないようでした。お金もすごくかかる。これ以上続けて子供に恵まれても、その子に苦労をかけてしまうかもしれないわ。でも、なおも食い下がろうとする夫に、私は切々と心の内を語っていきます。夫は最後まで子供を諦めきれない様子でした。しかし、私が涙ながらに伝えると、最後まで渋ってはいましたが、治療をやめることに同意。私たちは夫婦二人で生きていくことになりました。とはいえ、私としても心の底から納得をした結末ではありません。不妊治療をやめてからも、街で見る幸せそうな家族や、学生時代の友人たちの家族の話などを聞くたびに複雑な気持ちになってしまいました。そんなある日、私の会社で飲み会が行われることに、ちょうど大きな案件終わりの区切りの会、部署の人間ほぼ全員が参加するほど大きな集まりです。週末ということもあり、ほとんどの人間が終電近くまで飲む予定だったので、私は思い切ってホテルを取り、久々の一人を満喫することにしました。夫にも話してみると、たまには息抜きもいいと思うと言ってくれたので、気兼ねなく甘えることに。宿泊場所もほんの少しだけ奮発をして旅行の気分です。そういえば、先輩方聞いてください。飲み会が始まって2時間ほど、いい感じに酔いが回ってきた頃合いで、一人の女性社員が声を上げました。何？どうしたの？うちの議定の話なんですけどね。
なんと結婚詐欺にあったんですよ。ドンと机にグラスを置いて叫んだ彼女に、私だけではなく、近くの席の全員が声を上げます。なんとか未遂に済んだことではあるんですけどね。結婚をちらつかせて、お高いバッグやらアクセサリーやらをせびられたみたいです。まあ、8つも年下の女に甘いこと言われてホイホイ貢いだ義弟も義弟ですけどね。彼女の話はこうでした。その義弟は友人と共に連れ立ってバーに飲みに行った際に、たまたま隣の席に座っていた女性に声をかけられたのだそうです。それが普段の結婚詐欺の女。ほろ酔い状態でいい感じに乗せられてしまった義弟は、その女とその日のうちに連絡先を交換。それから複数回のデートを重ねて交際に至ったようでした。はじめのうちは数千円の食事をおごられるだけで嬉しそうにしていた女でしたが、次第に要求は過激に、デートに行くたびにブランド物のプレゼントをねだられるようになったのだとか。そして限界を感じた義弟が女にこれ以上買うのは難しいと告げると、次の日から一切連絡が取れなくなったのだそうです。まあ、いい勉強になったんじゃないですか？その後、義弟は今までの恋人たちとは真逆のタイプの人と付き合うようになったみたいですし、結婚詐欺なんて現実で耳にするなんて思いませんでした。ニュースでしか聞かないようなその出来事がこんな身近で起きるなんて。そう思いながらお酒の席は進んでいき、その後の飲み会は大いに盛り上がりました。旦那、息子、彼氏の話を中心に、気がつけば男性社員そっちのけで女子会を開催。二次会では男女別で飲みに行くまでに発展しました。ホテルに帰る頃には、すでに終電の時間も過ぎていて、事前にホテルを取ることを決めた自分自身に感謝をするほど。あれ？既読もついてない。シャワーを浴び、落ち着いたタイミングで私はスマホを確認しました。実は、二次会に行く直前に夫にメッセージを送っていたのです。特に要件があるわけでもなかったので、返事はなくても構わないのですが、送ったのは21時頃。既読ぐらいはついていてもおかしくないはずなので、私は首をひねります。けれど、追加でメッセージを送ろうにもすでに深夜。アルコールが入ったこともあって、眠気に打ち勝てそうもなかった私は、そのままベッドに飛び込みました。心の中に生まれた小さな違和感に気がつかないふりをして。翌日、自宅に戻った私は夫に尋ねます。昨日の夜、どこかに出かけていたの？え？なんで？メッセージに既読がつかなかったから、ちょっと仕事でな。そう。私の質問に夫は妙にしどろもどろになって答えました。特に問い詰めたつもりもなかったのですが、それからというもの、夫は頻繁に飲みに出かけたり、深夜まで残業をしたりということが増えていきました。どうやら新しい取引先と大きな案件が始まるそうで、仕事がたくさんあり、懇親会や顔合わせなども頻繁に行われているのだそうです。帰ったぞー。またそんなに酔っ払って。その日も夫は残業をし、お酒を飲んで帰ってきました。足元もどこかおぼつかない様子で、上機嫌な夫は浮き足立ってリビングへ。ちょっと、寝るならちゃんと自室に行ってよ。わかってる。酔っ払った夫はいつも電源が切れたかのようにリビングのソファーで眠ってしまいます。そうなると朝からシャワーだなんだとせわしなく、こちらも朝から気疲れしてしまうことがしばしば。だから注意をしたのですが、私がお水を持って夫のもとに近寄ると、すでに夫は意識を手放していました。まったく。私はため息をついて、
夫からネクタイと背広を奪い取ります。ついでに脱ぎ捨てられた靴下を拾い上げて回収をすれば仕事はあと一つ。他のものは諦め適当に毛布をかけた後、放り出されたカバンを手に取りました。スマホぐらいは充電しておいてあげようかな。軽く探せばお目当てのものはすぐに発見できました。目が覚めた夫が焦ってしまわないように、寝室から充電コードを持ってきて、夫のすぐそばに設置をします。けれど、スマホにコードを挿した私はそのまま固まってしまいました。なぜなら、夫のスマホの待ち受けには、夫が知らない女性と肩を寄せ合って撮ったツーショット写真が設定されていたからです。私はとっさにそのスマホの待ち受けを自分のスマホで撮影しました。すぐにでも夫を叩き起こして問い詰めてしまってもよかったのですが、私も少し考える時間が欲しかったのです。それに確認したいこともありました。私は自分のスマホを抱えてリビングを後にします。それから数日後、私は夫に話があると告げてリビングで対面に座りました。で、何？待ち受け見せてもらえる？突然の言葉に夫は何を言っているのかと言いたげな目を向けてきます。けれど、私が絶対に譲らない姿勢を見せれば、しぶしぶという形でロック画面を見せてくれました。表示されたのはデフォルトの壁紙、すでに対策済みということでしょうか。それ、いつ変えたの？買ってからずっとこのままだけど。じゃあ、これはどう説明するの？私は先日写真に撮った夫の待ち受け画像を見せます。その画像を確認した夫は一瞬戸惑う様子を見せます。しかし、すぐに堂々とした態度で私に言い返してきました。それが何？何って、この人誰なの？ため息をついた夫はすっかり覚悟が決まったようで、むしろ私の方が悪いのだとでも言いたげな様子で続けます。それ、俺の彼女。彼女妊娠したんだ。はぁ？夫から告げられた言葉は私の想像を軽く超えていて、私は思わず声を上げてしまいました。私の反応を鼻で笑った夫は立ち上がり、嘲笑うかのように私を見下して言います。どうせ早かれ遅かれ言おうと思ってたんだ。この際はっきり言ってやる。俺の25歳の彼女が妊娠したわ。離婚してくれ。何を言って、俺は昔からずっと子供のいる生活に憧れてた。でも、お前のせいでそれが叶わなかったんだ。それは、俺の悔しさがわかるか？現に、俺はお前以外の相手だったら子供を授かることができた。そんな言い方。私だって子供が欲しかったわよ。夫の堂々とした浮気宣言。それどころか、私に対して自慢げに浮気相手の女性を妊娠させたことを言ってくるだなんて、正気の沙汰とは思えません。けれど、そんなことに怒りを覚えるよりも早く、私は深い悲しみに襲われました。選別に見せてやるよ。お前と違ってちゃんと子供が作れる。俺の可愛い奥さんの顔。俺はこの子と普通の家庭を築くんだ。申し訳なさなどはかけらも感じていないのでしょう。もはや自慢するように、夫はスマホの画面を私に向けてきます。表示されているのは、私が目にした写真よりもさらに親密そうな様子で写っているツーショット。けれど、その写真では、今までなんとなくでしか判別できていなかった相手の女性の顔がはっきりと写っていました。それを見て私は確信をします。そして真剣な顔で彼女との結婚を信じている夫に思わず笑いがこみ上げてきてしまいました。本当にこの子と？
何笑ってるんだよ。ごめんなさい、つい。気持ち悪い。まあいい。書類はもう用意してあるから、書いてくれるよな。気を取り直した夫は、カバンから離婚届を取り出すと私に突きつけます。本当に言葉の通り、とっくに離婚することは決めていたのでしょう。当然、夫の欄はすべて記入済み。私は緩んでしまった顔を引き締めて答えます。そうね。仕方ないわよね。でも、なんだよ。まだ何か気になることでもあるか？いいえ。ただ、慰謝料はしっかりと請求させてもらうわね。何を言うのかと思えば、がめつい女。ついには吐き捨てるように私に言い放った夫。そんな夫に私はもう未練のかけらもありませんでした。手早く離婚届にサインをすると、私は荷物をまとめて家を後にします。夫がこれからどれだけ後悔をするのか、それだけが見ものです。それから私は夫からの慰謝料を受け取り、一人暮らしを満喫していました。40も間近の独身貴族となってしまった私ですが、結婚していた頃よりも心は晴れやか。子供に関する悩みは、どうやら諦めた後になっても私の心に重くのしかかっていたようです。こんなことならばもっと早く離婚を決めてしまってもよかったのかもしれない。私はそんなことを考えるほどに精神的余裕も生まれていました。けれど、そんなある日、私が自宅に帰ろうと会社の最寄り駅に向かった時のことです。かなえだよな。助けてくれ。ちょっと、誰ですか？近寄らないでください。私は駅にほど近い路地から出てきた男性に声をかけられました。ひどく頬がこけた男性は、目の下のクマもひどく、私の知り合いの誰とも似ていない人でした。かなえ、俺だ。わかるだろう。意地悪しないでくれ。はぁ？私がうろんげな目を向けていると、男は伸びてしまった前髪をかき上げ、私に顔を見せます。よく見れば、それはもうとっくの昔に離婚をしたはずの元夫でした。ゆうや？なんでこんなところに？頼む。もうお前しか頼れないんだ。夫婦だろ？助けてくれよ。振り払って帰ろうにも、元夫は私に追いすがり、離れてくれません。こんな往来で騒ぐわけにもいかず、私はため息をついて、元夫と共に近くのファミリーレストランに入ることにしました。ここ入るのか？持ち合わせがないんだが、払ってあげるわよ。なんとなく予想はついていたけれど、やっぱり。私と離婚をした後に、元夫がどんな末路をたどったのか、なんとなく理解した私は、ため息をつきながら答えました。元夫はというと、ワンコインにも満たないようなドリンクバーに大喜びして、注文をするなり、いそいそと飲み物を取りに向かいます。それで、仕方がないから話ぐらいは聞いてあげる。そんな風に私が促すと、元夫はようやく飲み物を煽る手を止めて話し始めました。語られた内容は、おおむね私が想像した通りのこと。実は、彼女に逃げられて、結婚詐欺だったんだ。やっぱりね。あの日、元夫のスマホの待ち受けを見たとき、私は映っている女性に違和感を覚えました。それは、会社の飲み会の日に、義弟が結婚詐欺にあったと言っていた女性社員から見せてもらった女にそっくりだったからです。ただ、元夫の待ち受けになっていた写真は加工が強く、はっきりと顔を判別できるものではありませんでした。あの待ち受けを九段の女性社員に見せてみたのですが、それでもわからず、けれど、夫が離婚を告げる日に見せてきた写真で、私は確信を得ることになりました。それでこうなることは、なんとなく予想がついたのです。
俺は本当に彼女を愛していた。たくさんのプレゼントも渡したし、慰謝料だって肩代わりした。そう。でも、彼女は妊娠も嘘だった。いや、厳密に言えば、俺との子じゃなかった。誰の子供かわからない子供を置いて、彼女はいなくなってしまったんだ。元夫の話をまとめると、こういうことでした。私を捨てて一緒になった恋人は結婚詐欺師で、元夫は彼女に求められるままに多額の金をつぎ込んだ。彼女は妊娠していたこともあり、元夫は彼女のことを心から信頼していた。そのため、私が請求した慰謝料も肩代わりして支払い、いくら働き盛りで稼いでいるとはいえ、それなりの借金を背負うことになった。しかし、彼女が元夫の子供を妊娠したというのは真っ赤な嘘。本当は別で引っ掛けていた誰かの子供であり、気がついた時には妊娠から時間が経って中絶しようにもまとまったお金が必要な事態になってしまっていた。それを処理するために元夫は利用された。まあ、なんとも哀れな話です。けど、ようやく目が覚めたんだ。俺にはかなえしかいない。頼む、俺と再婚してくれ。そう、そんなの困るわよ。元夫は思わずと言った体で私の手を握ってきました。そんなことをされたところで、私はもうすでに夫に対して少しの魅力も感じていないのに。俺が間違ってた。俺は子持ちになってしまったが、二人で育てよう。やめてよ。お金も貸すことはないし再婚もしないわ。そんな釣れないこと言わないでくれよ。騙されたことはかわいそうだと思う。でも、自業自得よ。それこそ、年下の女に甘いこと言われてホイホイ貢いだあなたが悪いわ。元夫がうだうだと自分がいかにかわいそうかのアピールをしながら話をしたせいで、時刻はすでに22時近く。重たげな雰囲気を醸し出していたからこそ何も言わなかった店員たちも、そろそろ大の大人がドリンクバー一杯ずつで居座っていることを迷惑に感じてきていることでしょう。このお店にも悪いし、ここのお金は私が持つから好きなもの食べて。私は先に帰るわ。そんな、これでも十分施しをしてあげていると思うけど。もしも明日以降、また駅とか私の会社で騒いだら遠慮なく叱るべき場所に通報させてもらうから、そのつもりで。そう言って、私は元夫を置き去りにします。そして、それ以降は二度と会うことはありませんでした。風の噂で聞くには、ついに借金でどうすることもできなくなった元夫は、実家を頼ったのだそうです。当然事の次第を聞いたご両親は激怒。お金こそ出してくれたものの、ほぼ絶縁状態で、公的機関の代わりに両親に対する借金を背負った状態になったのだとか。そして、人の噂というものは、存外たやすく広まってしまうものです。元夫は会社で、詐欺にあって借金を背負わされたバカな男とレッテルを貼られ、随分と肩身の狭い思いをしながらの生活を強いられているそう。その上、日勤だけではお金が足りないので、アルバイトもしているのだとか。すべて自業自得です。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。